これでわかるローラ・モンテス。ダンサーとしてヨーロッパ中を巡り、また著名で資産家の男たちを渡り歩きました。しまいには国王退位にまで追い込む原因となった魔性の女ローラ・モンテス。さて、どんな女性だったのでしょう。覗いてみましょう。本名エリザベス・ロザンナ・ギルバート。1821年アイルランドに生まれる。父の転勤でインドで暮らすも、父がコレラで亡くなり、母の再婚相手とスコットランドへ移ります。16歳の時、イギリス軍大尉トーマス・ジェームスと駆け落ち。認知がインドだったので再びインドに行きます。そしてその場所で別れるのですが、この時正式に離婚はしていませんでした。22歳の時、スペインの踊り子ローラ・モンテスと銘打ってロンドンでデビュー。スパニッシュダンスに目をつけ、自分をスペイン娘と偽っていました。翌年、パリの舞台でもデビューを果たし、著名人たちの愛人になります。愛人の一人でもある音楽家フランツ・リストが連れて行ってくれた作家ジョルジュ・サンドのサロンで文芸評論家アレクサンドル・ドゥジャリエに会いました。ちなみにジョルジュ・サンドとリストも愛人関係。めちゃくちゃですね。ドゥジャリエはすぐにローラに惹かれ、彼女をダンサーとして活躍させました。ですが彼はローラと喧嘩をした日、パーティーで見境がなくなるまでお酒を飲んでいると、おそらくローラのことで何かを言われ、それに対しジャン・ボーバロンという男を怒らせるようなことを言いました。ボーバロンが決闘を申し込み、結果ドゥジャリエは撃たれて亡くなってしまいました。1846年、ローラはミュンヘンでダンスの公演をする許可を求め、バイエルン王ルートヴィヒ一世に謁見を申し込みました。芸術愛好家として名高い王ですが、芸術だけではなく美女にも目がないとの噂があり、ローラはそこに目をつけたのでした。周りの者が彼女を止めようとし揉めた際、ドレスが破れ胸があらわになりました。が、それを直さず王の前へ行きます。おそらくわざとですかね。王は彼女に目を奪われました。そしてその後、彼女の思惑通りダンスの許可が下ります。それだけではなく、そのうち立派な別荘を与えられ、ランズフェルト伯爵夫人の称号まで与えられます。そして貴族として自由に王宮を出入りするようになりました。そこまでにしておけばよかったのですが、彼女は政治に口を出すようになります。ローラは自由主義、反カトリック主義の人たちに支持されてもいましたが、王を操る彼女の能力を恐れた国務大臣カール・フォン・アベルは、ローラがバイエルン国籍と伯爵夫人の称号を与えられることに反対していました。すると彼と彼の内閣全体が解任されました。立場的にはただの王の愛人ローラ。王に内閣を解散させ、ローラにとっていい新たな人事を決めたのです。市民は黙っていませんでした。1848年、大学封鎖に反発した市民集会が暴動に発展し、ボートは大学の開放とローラの国外追放を要求。この時は王権自体が危うい流れがあり、ルートヴィヒはローラ追放に泣く泣く同意しました。ただそれだけでは収まらず、ルートヴィヒはついに退位を余儀なくされます。そして長男マクシミリアンに王位を譲りました。ローラは男装してこっそり人混みに紛れて宮殿を逃げ出しました。その後イギリスに行き、若い陸軍将校ジョージ・トラッフォード・ヒールドと1849年に結婚。ただ重婚罪にあたり逮捕されます。前の結婚が正式に離婚になっていなかったので、なんと彼女は保釈中に逃げ出します。ヒールドと共に。ただ2人はその後うまくいかず別れました。ヒールドは一緒に逃げたことで社交界を追放され、ポルトガルへ向かい貧しい生活を送りました。その後ローラはアメリカに渡り、ダンサーとしてアメリカ国内を巡業します。そして今度はゴールドラッシュで沸くオーストラリアへ移りました。ただ若さを失うにつれ注目されなくなったため、サービスが増え、ダンスはどんどんみだらになり、次第に落ちぶれていきました。新聞にはわいせつと非難され、その場に居づらくなりアメリカへ戻ります。
その後、拘束に襲われ、左半身麻痺状態となりました。41歳の時、信仰の道に目覚め、ひたすら聖書を読み、神の言葉を信じる生活を送ったそうです。1861年、マンハッタンの屋根裏部屋で肺炎によりこの世を去る43歳でした。ローラを愛した男性たちは逃亡に付き合い、地位を失ったり、王位を失ったり、命を失ったりと散々な目に遭いましたが、巻き込まれてもいいと思える怪しげな魅力があったのかもしれませんね。ダンスの腕はひどかったそうです。自身の魅力と作戦で国王の長期の座まで手に入れたローラ・モンテス、いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。